家のリフォームが完了して1週間。この世界では結婚して家を手に入れたら親しい人を招待して食事を振る舞うのが常識だそうだ。いわゆる披露宴だ。というわけで我々の知り合いを呼んでパーティーを開く。はい。跟在做战士。リナリーゼ、ザノバ、ジュリ、クリフ先輩、リニア、プルセナ、バーディ陛下、ジーナス教頭、ゾルダート、シルフィはアリエル様、ルーク、従者2人。没有瑞杰、路德和爱丽丝了。距離的にしょうがない。結婚したという手紙は出しておいたが、さて届くのはいつになるのやら。あれ、七星さん忘れてるよ。あいつは参加すんのかね。きっと来るよ。とりあえず呼んでおくか。しかし準備するだけして誰も来なかったらどうしような。少なくともアリエル様とザノバ君が絶対来るよ。それにリニアとプルセナも来るんじゃないかな。従属って格上からの誘いは断らないし。まあクリフ先輩も呼べって言ってたから来るか。僕としてはエリナリーゼさんは来てほしいかな。哦，是长耳族。ちょっと聞きたいことがあるんだ。大したことじゃないんだけどね。エリナリーゼ、何かあるんだろうか。あまり二人が喋るところは見たことないが。さて、10人以上も客が来るとなれば相応の準備が必要である。そのためまずは買い出しだ。食材の前にルディの服を買いたいんだけど。そうだな、愛着はあるけど少々みすぼらしかったな。じゃあ服屋に行こうか。シルフィー好みにコーディネートしてくれ。新婚夫婦即视感。こちらの人に魔術師用のローブを見せていただけますか？但这件衣服真的陪伴了鲁迪很久。一応水と土になりますかね。でしたらこちらなどはいかがでしょうか。でしたらこちらもいいでしょう。シルフィはどんなのがいいと思う？これなんかいいんじゃないかな。ルディの今持ってるのに近い感じで。そちらはマタイリクラッキーラットの皮より作られたものでございます。デザインはカズラ、毒や酸に強い耐性がございます。名は体を表すって言うし、これにするかな。はい、衣類の値段じゃないの来ました。いやさすがマタイリクの素材はお高い。名は太陽とおっしゃいましたが、失礼ですがお名前を伺っても。はい、ルーデウス・グレイラットと申します。Oh, なんと Grey Rat。グレイラット家のお方でしたか。ルーク様には大変ごひいきにしていただいております。今回もお安くさせていただきます。哦，2颗星星。哦，这个就是上一集鲁迪说色色的东西的地方，原来是浴缸。这回不能撕掉了，说好不能离开的。安心して、僕もアリエル様からいただいたお給料はちゃんと取ってあるから。ごめんよ、不甲斐なくて。それに料理は任せてね。お母さんとリーリャさんに習ったからバッチリだよ。でもルディの口に合うかな。消し済みでもうまいと言ってました。消し済みってもう誰のために頑張って覚えたと思ってるのさ。シルフィエットさんが理想の嫁すぎて私釣り合いが取れているか不安でなりません。ルディは僕の理想の旦那様だよ。ルディ大好きだよ。天呐，西鲁菲真的，谁能拒绝西鲁菲？我的妈呀！什么那个真实形态？数日後、披露宴当日。日程は月休みの日で、時刻は昼にした。ジーナスには遠慮され、ゾルダートには忙しいと断られた。七星来了。バーディは意外と暇らしく参加を表明。それ以外の人たちも招待状を受け取ってくれた。そう、七星も招待状を受け取ったのだ。没想到啊。珍しいな、あの部屋から出てくるなんて。あなたが誘ったんでしょ。
まあ今日はゆっくりしていってく他れ。太紧绷了ポ。テトチップスとかも用意したからな。一些日本食物。作ったの？お前のおかげで食用油が簡単に手に入るからな。すごいわね。ルディ、準備できたよ。ちなみにシルフィーがフィッツだということは招待客に知らせてある。さて、あとはバーディーガーディだけか。1000年単位で生きている方は時間にルーズですのよ。1ヶ月後ぐらいに来ると思っていた方がいいですわね。啊，あまり遅くなると料理が冷めてしまうな。悪いなバーディ。啊，还是很幸福的，頑張って。本日はお忙しい中、有点像在装小大人儿似的。改めて宣言いたしますが、私ルーデウスとこちら。ここで我がババンと登場で他ある。跟他未婚妻一样，登场总是这么的バーディーガーディ、抽遅刻象で。すわよ。我が種族においては王族は会合の際には度肝を抜くタイミングで登場して場をかき乱すべしと決まっておるのでな。嘘だろ。嘘ではない。貴様のためにわざわざ一肌脱いだのだ。感謝するがいい。ありがとうございます。では気を取り直して、本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。改めて宣言いたしますが、私ルーデウスとこちらシルフィエットは結婚します。まだ若輩ゆえ至らない点もあるかと思いますが、朱莉也太可愛了吧，就这么小い。かんな。堅苦しかっただろうか。皆様微妙な顔をしている。他人行儀な言葉はやめるがよい。貴様らは愛し合ってそれをここにいる全員に認めてもらいたいのであろう。在场大家也很小啊，没什么的。まあなんだ、俺はシルフィーとやっていく。何かあったら力になってくれ。よろしく。よし、若き二人の行く末に乾杯である。乾杯。这么大的房子，正好开这种聚会比较好用。狂吃，朱莉，克里夫他们可能有一天也会结婚吗？シルフィー、おめでとう。ありがとうございます。彼とこの家はシルフィーの理想と比べてどうですか？なんか理想よりすごいです。この家お風呂もあるんですよ。なんだったら1年ぐらい護衛をお休みしてもいいのですよ。それはその子供ができた時で。孕假是吧ア？リエル様ったら。まあ真的想象不到他们马上就要有孩子的话。よろしくやろうじゃないか。俺にはそんなもんはないんだが。ああ、よろしくルーク先輩。グランドマスター、あお招きありがとうございます。改めまして師匠、おめでとうございます。ありがとうザナバ。奥方様、師匠の伴侶を男と見間違うなど今までのご無礼をお許しください。ああ、いいえ、頭を上げてください。他们真的就完全是穿着平时的这个衣服结婚的，挺可愛的。俺も男だと間違えていた。人族は飯食ってる最中に挨拶するのが礼儀なのか？お行儀が悪いの。お前も食いながらじゃないか。二人とも来てくれてありがとう。それにしてもまさかボスとフィッツが結婚とはにゃ。フィッツはやっぱり女だったの。匂いでそうじゃないかとは思ってたの。でも強い者同士がくっつくのはいい。应该是两位学校最强了吧？強い子供が生まれれば一族安泰なの。従属のスケール感で言われても困っちゃうの。おめでとう。ありがとう。七星さん、一つ聞いていい？何かしら？前にルディと七星さんが同居って言ってたよね。あれってどういう意味？那我算什么？言語を扱えたから
勘違いしただけよ。还是有照顾到西鲁菲的感受的。神よ、二人に永遠の愛と永久の繁栄を与えたまえ。哦，僕にできる祝詞だ。君たちの結婚を祝福しよう。ありがとうございます。ルーです。よかったですわね、病気が治って。もう少し早く報告してくれてもよろしかったのですわよ。報告したら本当かどうか確かめて差し上げますわとか言って襲ったでしょう。まさか前にも言ったでしょ。私パウロの娘になるつもりはございませんのよ。シルフィエットさん、おめでとうございます。ありがとうございます。あなたの幸福を心よりお祝怎么了？ごめんなさい、私としたことが。リーゼ、どうした？もしかしてエ啊，リナ・リーゼさんって僕のおばあちゃんですか？お父さんが言ってました。僕のおばあちゃんはパウロさんの仲間だったって。艾丽娜早就知道了。哦，她不忍心跟西鲁菲相认，因为自己的这个诅咒。結婚にも反対されたと聞きました。たまに話してくれた内容がエリナ・リーゼさんと重なる部分があったから、もしかしたら。这就是他想问的。それは。哦。ごめんなさい、急に。二人が肉親。そういえばシルフィーの作ってくれたペ就ンダン很ト像。とエリナ・リーゼのペンダントが同じものだったな。言われてみれば顔立ちも似ている。クリフ先輩、なんだ？エリナ・リーゼさんを2階の適当な部屋で休ませてあげてください。わかった。第一次见艾丽娜这样子呢。その話は後で落ち着いてからでいいか。はい。ルーデウス、私はこんなですけど、ロールズは普通の子ですのよ。もちろんその子供のシルフィーも。他不希望他们误会他。心配しないでください。エリナ・リーゼさんが原因でシルフィーと別れたりはしませんから。そんなことより大嫌いなパウロと親戚になることを心配した方がいいんじゃないですか。あなたこんな時に面艾丽娜，白いこと言います。她一直就是想跟自己的家族分割，这样的话自己的这个诅咒就不会影响到自己的家人。ボス、お幸せに。これでボスは名実ともに学校のボスなの。新学期が楽しみなの。そろそろおいとまするわ。明日から実験よろしく。それと今度大家都想泡澡。マスター、大丈夫？少々今日が乗りすぎたようですな。見事もあろうものが軟弱であるな。クリフさん、おばあちゃん、エリナ・リーゼさんと話したいんだけど、いいかな？どうする？这应该是西鲁菲仅有的血亲了吧？ありがとう、ルディ、クリフさん。那克里夫成鲁迪的爷爷了。あの二人大丈夫なのか？ダメなら我々が後でフォローすればいいんですよ。ルーデス様、本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。シルフィーはいかがなさいましたか？今はエリナ・リーゼさんと話しております。そうですか。ならちょうどいい。少々お時間をいただけますか？ルーデウス様、失礼を承知で言いますが、ルークと決闘していただけませんか？魔術なし剣と剣での勝負を。ご安心を。ただの戯れです。戯れですか。なら真剣は使いたくないですね。ルーデウス様は魔術で作り出した剣でも構いません。となると僕がルークに真っ二つにされる可能性もあるのですが。他的剑术应该是比不过陆克的剑术。何か気に障ることをしましたか？いいえ、もちろん断ってもらっても結構です。ですが、
できればお願いいたします。ルーデウス、頼む。わかりました。始め。哇，まだだ。終わりです。哦，そこまで。エルモは治癒魔術を。克里夫好可爱。ルーク先輩、大丈夫ですか？大丈夫だ。シルフィーのことをよろしく頼む。啊，それはもちろん。でも決闘した理由をもう少し説明していただけると助かります。大したことではありません。私たちはシルフィーが好きです。生死を共にした仲間だからこそ思うところがあります。今回の決闘は私たちの意地だと思ってください。类似于判断鲁シルフィ迪ーを任せるに能不能真正試し保护をされた四五という飞。ことなのだろうな。いずれ私はアスラ王国に戻ります。戻れば王になるか死ぬか、哦，二つに一つ。别交代后事啊，公そ主。れが私の義務です。别这样。しかしシルフィーには付き合う義務はありません。彼女は王族でも貴族でもなく、転移事件をきっかけに護衛についてくれただけ。私は彼女に甘えるのをや哦，め、别嘛。シルフィーは自分の道を行くべき時期なのです。いずれ子供もできれば私たちについてくるという考えは自然と消えていくはずです。でももしそう思わなかったら、あなたがきちんと止めてあげてください。どうだろうか。王女には義理もある。むしろ俺は一緒についていき手伝おうとする気がするが。とはいえ、もしあなたがシルフィーを大切にしていなけ很れ认真的公ば、私主，たちは彼女を取り返します。真的是娘家。肝に銘じておきます。ルディ、アリエル様は？今お帰りになったよ。ルークがルーデウスにいきなり決闘を申し込んだんだ。でもさすがルーデウスだな。難なく勝利さ。そっか。まあこっちはそんな感じとして、そちらの話は終わりましたが。やはりエリナ・リーゼはシルフィーの祖母だったらしい。彼女は呪いと本来の性格でもってトラブルが絶えなかった。故に子供を産んでも自分の名前は明かさず、哦，一人前に成長するまで面倒を見たら縁を切るということを続けてきたそうだ。シルフィーのことも一目見て自分の孫かひ孫だと分かったらしい。でも正体は明かすまいと考えていたそうだ。結局如果四五飞没幸有せそうなシルフィーを问，見て感極可能他まってしま还是不会ったようだ。说的。ルーデウス、リーゼのことなんだが、正直彼女は僕が思っていた人とは違った。ほう。で、さすがに幻滅したか。更喜欢了好。きな相手に実は子供どころか孫がいたんだからな。俺ならショックを受ける。リーゼは想像以上に思慮深くか弱い人だ。呪いは絶対に僕が治す。哦，克里夫。だが確実性を上げるためにも君に手伝ってほしい。大家都こんな好好。話を聞いて幻滅したりとかはしないんですね。幻滅するわけないだろう。何言ってるんだ。僕はミリス・シントだ。相手の事情がどうであろうと、僕の理想と違おうと、僕には僕を愛してくれる一人の女性を幸せにする義務がある。不是教徒也应该做到吧？僕は彼女を愛しているからな。哦，わかりました。僕にできることでしたら何でもお手伝いします。っていうか、僕とお前は友達だろ。敬語はやめろ。嫌です。ルディ、
僕ね、髪を伸ばそうと思うんだ。よろしいのでしょうか。なんで敬語になるの？もう髪の色も緑じゃないし、ルディにずっと好きでいてもらえるように頑張らないとね。不用努力，他也会很喜欢。泣けてくるんだけど、俺も嫌われないように努力しないとな。シルフィー、今日はお疲れ様。ルディもお疲れ様。哦。昨日のことのように。哦。这集真的是我最近几集以来最喜欢的一集了，看到大家都特别幸福的样子，我真的特别的感动。虽然在武职的这个世界里面，其实充满着诸多危险的嘛，也免不了有很多灾难和低谷，但是像这样子温馨的时刻，会在他们的这种人生道路中永远被铭记。完全没有想到艾丽娜她居然是西鲁菲的祖母或者说是奶奶。如果说长得像是有点像，但是因为本身也没见过几个长耳族，我觉得长耳族可能都类似的长相。艾丽娜这个其中心酸的一些故事，觉得更喜欢她了。虽然她看上去是那么的放荡，然后也从不在意别人对她的那种看法或者是眼光，她会在意保护自己的孩子、孙子、曾孙。艾丽娜也看来是真的活了很久了，虽然看着就很年轻，可能就是因为长耳族又很长寿吧。当初看到她跟克里夫在一起，还感觉可能没过多久她就会把克里夫扎了，但其实看起来还挺纯爱的他们俩。艾丽娜也非常的幸运能遇到克里夫，这样就是真正非常珍视她的人。看到克里夫对艾丽娜的决心，我也很感动。说不定等到了未来有一天，他们也能举办像这样的婚礼。然后就是我也很为克里夫感到高兴吧。就是以前的他感觉根本就没有什么在学校里的朋友，但是他现在也结交了一个女朋友，然后还有鲁迪这样子的好哥们儿。开始就是鲁迪和西鲁菲筹备着他们这个婚礼嘉宾的名单，然后呢出去买衣服啊买吃的，真的太温馨了。看到瑞杰路丢和爱丽丝真的跟鲁迪像是断联很久了，真的还是挺难过的。不过站在鲁迪的这个视角，确实是爱丽丝把他抛弃了，就是他是被爱丽丝抛下的那个人，所以他肯定不会觉得他跟西鲁菲，或者就算不是西鲁菲，跟其他女生也不会有愧对爱丽丝那种感受。爱丽丝这件事情对他们这个婚姻可能也会是一种小小的隐患，毕竟就是总有一天鲁迪会知道，或者是会和爱丽丝重逢的，爱丽丝会回来找他的。这一集还有个非常喜欢的地方，就是公主和陆克去测试西鲁菲能不能交托给鲁迪。西鲁菲自从灾难之后呢，一直是没有亲人的，就孤苦伶仃一个人。陆克和爱丽丝公主真的就是他的亲人，不仅仅是同甘共苦的战友，也不仅仅是这种上下级或者是同事的关系。看到他们俩一直这么为西鲁菲着想，为西鲁菲去考虑他的未来，真让我特别的感动。公主也会在西鲁菲不在场的时候，就是真正的用认真严肃的这种神态去跟鲁迪说话。
在他和陆克眼里，鲁迪他的到底能不能保护得了西鲁菲，值不值得托付给鲁迪，都是他们真正非常非常在意重视的事情。虽然最开始我觉得就是作为公主的这个侍卫，陆克的剑术怎么着也应该什么皇家水平之类的，但其实仔细想想，陆克他最开始就是在第0集的时候，当时那个不是有个巨大的魔兽就出现在公主的后花园，甚至当时如果西鲁菲没掉下来的话，陆克和公主可能当时就死在那儿了。所以陆克他的剑术可能甚至都比不过，比如说佐哥，爱丽丝应该也比他厉害。鲁迪他的这个剑术是不如他的这个魔法能力的，但是同时鲁迪还有魔眼，即使陆克他的剑术不是那么的高超，他已经是公主就是最忠诚的护卫了。他和西鲁菲看到公主就是像自己的女儿出嫁一样，就是说什么她也应该走向自己的道路什么的，我真的特别特别舍不得。不知道这样平和悠哉的日子能持续多久。那这视频要结束了，我们下期再见，拜拜。